有名な写真もあるけど、意外と知らない背景があるかも。フラワーパワー。銃口に花を差し込んでる。1967年ベトナム戦争への抗議デモで撮影されたものよ。ペンタゴンの前でデモ参加者が非暴力を示したの。ヒッピー文化や非暴力主義の象徴として影響を与え続けている一枚だね。摩天楼の頂上でランチ。1932年ニューヨークの摩天楼建設中に撮影された写真ね。地上約240メートル、安全帯なし。ロックフェラーセンターの建設作業員たちが昼休憩をとっていたところね。1日$4の仕事、命がけだ。実は撮影はイベントでビルの宣伝活動でもあったのよ。こっちの写真は知らなかったな。それでも実際に働いていた人たちだけどね。最前線で子猫を解放する兵士。1952年朝鮮戦争中の写真よ。猫の名前はミスハック。間違った時に間違った場所に生まれたって意味で名付けられたの。アメリカでは超有名な一枚でカラーにした写真や晩年のフランク・プレイター氏の姿も写真に残されているわ。戦場から一緒に帰れたらさすがの僕も愛好家になるよ。クロスロード作戦のベーカー核実験。1946年アメリカが行った核実験の一つよ。水深27メートルの爆発でこの凄さ。爆発の衝撃と放射能汚染は想定以上だったの。影響がヤバそうだけど。汚染がひどすぎて予定されていたチャーリー実験は中止。それでも別の場所で実験は続く。23発も核爆弾が投下されてビキニ干渉のライフはゼロよ。エッフェル塔の建設写真。1887年エッフェル塔の組み立てが始まったの。たった2年で完成したとか聞いたけど。その通り1889年のパリ万博とフランス革命100周年を記念して建てられたわ。高さ300メートル、当時としては驚異的な高さ。設計は107名の候補から選ばれたわ。ニュルンベルクのヒトラー。1934年ナチスドイツのナチ党集会で撮影された写真よ。なんかヒトラーってやたらかっこいい写真多いよね。それはヒトラーの公式写真家としても有名なヘンリヒ・ホフマンの影響ね。彼はヒトラーのイメージ作りに積極的に関わりナチスの宣伝活動に大きな役割を果たしたの。神々しさがあるよね。しかも34年って政権を完全に掌握した年だもんね。ついでにこれは7年後ナチスドイツの占領下でパリを訪れた時の写真よ。写真を撮った前日にフランスとドイツの休戦協定が結ばれたばかりだったの。エッフェル塔が写ってると思ったら占領の象徴として撮られた写真か。フォーリングマン。2001年9月11日世界貿易センターから落下する男性を捉えた一枚よ。彼は飛び降りるしかなかったのか。約200人が逃げ場を失い炎と煙から逃れようとした。ニューヨーク市は全員を他殺と認定しているわ。忘れてはいけない出来事ね。スティーブ・ジョブズとビル・ゲイツ。1991年未来の IT 界の巨人たちの貴重なツーショットよ。ジョブズは1976年にアップルを創業してゲイツは1975年にマイクロソフトを設立した。世界を変えた2人だね。長い間ずっと良いライバル関係でもあったわね。無名の反逆者。1989年天安門事件直後に撮影された歴史的な一枚よ。彼は誰なの？身元は不明だから無名の反逆者と呼ばれているの。この後どうなったの？それも分かっていないわ。生死すら不明なのよ。でも彼の姿は歴史に刻まれたか。あの有名なプロパガンダ説を語っちゃダメ。ダメ。燃え上がる僧侶。1963年ベトナムの僧侶ティック・クアンドックが政権の弾圧に抗議して焼身自殺を遂げたの。炎に包まれてそのままでいたの？そうよ。炎に包まれながらも彼は姿勢を崩さなかったわ。世界はどう反応したの？衝撃的な写真が報道され南ベトナム政権への批判が一気に高まったの。数ヶ月後軍事クーデターが発生し GM 政権は崩壊。ベトナム戦争へと突き進んでいったのよ。暴動の中で生まれた愛。2011年カナダ・バンクーバーのスタンレーカップ暴動の中で撮影されたの。ガチの暴動が起きてる中何してんだよ。実はこの2人ここが初対面よ。マジで？マジよ。混乱の中で生まれた象徴的な瞬間で。ちなみに今も一緒にいてオーストラリアのメルボルンで暮らしているわ。戦争に別れのキスを。1945年8月14日終戦で湧くタイムズスクエアの一枚ね。あれ？こんな写真だっけ？多分想像しているのはライフに載った写真で通称勝利のキス。そうそう、これだったわ。こっちはニューヨークタイムズに掲載されたもの。どちらも20世紀のアメリカを語る一枚と呼んでいいでしょう。ちなみにこの2人は面識なかったけど2012年にテレビの企画で再会しています。
サイゴンでの処刑。1968年ベトナム戦争の最中、サイゴンの路上で一発の銃声が響いた。撃たれたのはグエン・バーネム、南ベトナム政府に敵対するゲリラ部隊の一員。捕虜じゃなかったの？確かに捕虜だったけど、彼が民間人を殺したと判断され、その場で処刑されたの。写真は世界に衝撃を与え、アメリカ国内の戦争反対の声が一気に高まった。一枚の写真が戦争の流れを変えたわけね。ちなみに、もしも取材カメラマンはその場にいなければ処刑を実行していなかったのではないだろうかという意見も存在するわ。ハゲワシと少女しかり、こういう意見が出る宿命なのかもね。ダリアとミクス。フィリップ・ハルスマンは1948年に撮影した写真ね。 AI 時代の今なら作れちゃいそうだけど。これはもちろん完全にアナログな撮影。26回も挑戦してようやく完璧な1枚が撮れたのよ。ダリが最初に提案したダイナマイトでアヒルを爆破する案が採用されなくてよかったね。タイム誌のこれまでに撮影された最も影響力のある写真100枚にも選ばれているわ。ハゲワシと少女。1993年スーダンの飢餓地域で撮られた写真よ。うずくまる少女とそれを見つめるハゲワシ。報道写真家ケビン・カーターはこの写真でピューリッツァー賞を獲得したわ。それだけ衝撃的だもんね。でも彼は激しい批判と精神的な苦悩にさらされたわ。少女を助けなかったのかと問われ続けたのよ。確かにジャーナリズムの話になると必ず上がる一枚だよね。1年後彼は自ら命を絶ったの。報道の使命と現実の残酷さの狭間で壊れてしまったのね。ちなみにこの少女の名前やその後は未だに分かっていないの。いろんなストーリーがある一枚なんだね。非常階段の崩壊。1975年アメリカボストンでの火災現場を撮影した写真よ。燃えるアパートから非常階段が崩れ落ちる瞬間が写っているの。まさにその瞬間って感じだね。この1枚は全米に衝撃を与えて非常階段に関する法律改正のきっかけにもなったわ。悲劇が法を変えたんだね。ちなみに写真に写った一人ティアレは母親の体に守られ奇跡的に命を取り留めたのよ。この写真も助けないのかって批判はやっぱり来たの？ピューリッツァー賞の写真のエピソードはだいたいそんなもんよ。自由への跳躍。1961年東ドイツでベルリンの壁が建設され始めた頃に撮られた1枚ね。青年兵士の名前はハンス・コーナート・シューマン。東ドイツの国境警備兵だった人。なんか躍動感ある一枚だね。西側への亡命を決意した彼は有刺鉄線を飛び越え自由をつかんだわ。自由への跳躍と呼ばれるこの写真は冷戦時代の象徴になっているの。東西を分断する壁がどれだけの人の運命を左右していたんだろう。ちなみに残念ながらシューマンは写真で得た新たな名声に振り回され1998年に自殺したわ。枕戦争。1964年パリで撮影された有名なビートルズの写真ね。みんなで楽しそうに枕投げしてるね。撮影されたのは彼らの人気が急上昇していた頃ね。ビートルズはこの後次々と大ヒットを飛ばして音楽界のアイコンとして君臨することになったのよ。これはハリー・ベンソンが初めてビートルズを撮った写真で、撮影後に関係が深まってジャケット写真なども担当したのよ。ビートルズが世界に与えた衝撃って本当にヤバいよね。待っててパパ。1940年カナダ兵士の父に駆け寄る5歳の少年。第二次世界大戦に出征する父に息子が思わず飛び出した瞬間だね。この写真は戦時国債の広告にも使われ記念切手や銅像にもなったわ。おとぎ話のワンシーンみたいでいい写真だもんね。父ジャックは無事帰還したけど戦争は家族に深い傷を残した。帰国後すぐに離婚してしまったわ。おとぎ話のような結末にはならなかったんだね。若き日のオサマ・ビンラディン。1971年にスウェーデンで撮られた家族写真。何も言われなければ絶対に気づけないよ。右から2番目の緑のシャツを着た男性がそうよ。というか女性がヒジャブ姿じゃないんだ。90年代後半までは年配の人や心身深い人が主に着用していた。それにしても超富裕層のサウジアラビア人家族だったんだね。世界で初めて人間が写った写真。1838年パリの通りは人で賑わっていたはずだった。写真に写ってるの一人しかいないね。通りで靴を磨いてもらっていた人が7分間じっとしていたことがわかるわ。7分間。当時のカメラではそれだけの露光時間が必要だったのよ。彼の名前も年齢も人生も全てが謎に包まれている。偶然が彼を初めて永遠に残すことになったんだね。写真の内容こそ特別なものはないかもしれないけどやっぱり特別な一枚よ。今までいろんな人が写った写真を見てきたけどここから始まったと思うと感慨深いね。
調べようと思わないと知らないから、ちょっと得した気分になってくれるといいけど。今日の動画はここまでです。よかったら高評価とかなんかいろいろよろしくお願いします。適当すぎない？最後まで見た人は三毛猫の薄暗いレアだから多分平気よ。否定できないのが辛いところね。